私は福岡県糸島市に暮らす男性です。ミュージアムや企業のデジタルコンテンツ、アーカイブ、コンセプトワークを手掛けています。私には長く追い続けている問いがあります。弥生、古墳、そして飛鳥、奈良へ。大陸から多くの文化や制度を受け入れ、渡来系の人々とも深く交わりながら、それでもこの列島の人々はなぜ独自の在り方を失わなかったのか。その根はもっと古い縄文の時代にあるのではないか。そう考えるようになってから、私は日本各地の博物館や遺跡を巡り、関連する書籍を読み進めてきました。そうした探求の中で大きな手がかりとなったのが谷川治氏の著作でした。北部九州の那国と糸国、そこにある4つの王母が北緯33度32分のライン上に並んでいるという指摘。その指摘に触れた時、私の中でもう一つの視点が結びつきました。それが故原田大六氏の提唱した農耕祭祀歴です。太陽の動きと山、農耕と祭祀。その視点を手がかりに、私はフィールドワークと調査を重ねてきました。今回の映像はその中で見えてきたことを私なりの見立てとしてまとめたものです。全部で約53分と長い映像になりました。そのため2部構成に分けてお届けします。これからご覧いただくのは弥生時代の中期から後期、およそ紀元前100年から紀元200年にかけての世界です。皆さんもよくご存知の卑弥呼が登場するその少し前にあたります。舞台は北部九州。この地には那国や糸国として知られる小さな国々が並び立っていました。一方、中国では前漢から後漢へと王朝が移り変わっていく時代。まだ魏志倭人伝は記されておらず、古事記や日本書紀も存在しません。仏教の伝来もさらに300年以上先のことです。朝鮮半島との間には現代のような明確な国境線はなく、境界は曖昧で、海を越えた往来も今よりずっと身近なものでした。この九州の地とその周辺の人々が中国の側から倭と呼ばれていた時代、その風景をこれから見ていきます。では、弥生時代を生きた倭人の精神世界はどのようなものだったのでしょうか。彼らは何を信じ、何を大切にして生きていたのか。その手がかりを探るために、まずは視点を世界へと広げてみます。時を大きく遡り、古代メソポタミアやエジプトでは太陽や月、星の動きを読み取り、季節を知り、時を数える営みが育まれていました。月の満ち欠け、太陽の昇る方角、沈む方角、そして巡り来る季節、天のサイクルを地上の秩序と結びつける思想です。太陽、月、星、地域ごとに世界観は異なりながらも、恵みをもたらす存在として見つめられてきました。そして巨石は畏敬の対象であると同時に永遠を象徴する存在。時には道を示すサインとなり、ランドマークとなり、太陽の向きを意識するための一つの印にもなりました。こうした眼差しは日本列島においても無縁ではありません。北の大地に育まれた縄文文化、三内丸山遺跡や大湯環状列石に見られるように、そこにもまた太陽の動きや季節の巡りを意識した祭祀の痕跡が刻まれていました。やがて世界では紀元前6世紀頃に釈迦が現れ、紀元前後には後にキリスト教の中心となるイエスが登場します。人はどう生き、死後どこへ向かうのか。世界各地でそうした問いが深められていきました。一方、日本列島では人の上に立つ絶対神というよりも、自然そのものの中に聖なる力を見出す感覚が長く息づいていきます。太陽、月、巨石、そしてピラミッドのような三角錐を描く山、後にカンナビと呼ばれた山は魂の宿る場所として特別な意味を帯びていきました。
そこに金色に輝く道賢、道矛、道卓による祭祀が重なります。稲作と結びつきながら、この列島ならではの祈りの形が育まれていったのです。人もまた自然の一部であり、地上を支配する存在ではない。死んだ万象に宿る霊に敬意を払うアニミズムの神聖です。命をいただくことに感謝し、祖先を敬う。こうした列島に根付いた感覚は、渡来系の人々との交わりを重ねながらも大きく損なわれることなく受け継がれてきたと考えられます。またこの社会は狩猟だけに依存するのではなく、採集や栽培を組み合わせた組織的で計画性のある営みを基盤としていたのでしょう。それを支えたのが土器による調理文化でした。植物の恵みに動物性の食材を程よく加え、無駄なく煮炊きする、いわば鍋料理の原型です。このような下地があったからこそ、地域差を伴いながらも稲作農耕へと比較的滑らかに移行していったと考えられます。四季の恵みに満ちた風土、その一方で地震や台風といった厳しい自然。人々は互いに助け合いながら自然の恵みに感謝し、先人たちが守り伝えてきた暮らし、命のつながりを受け継いでいきました。採集を軸に狩猟を重ね、そして農耕へ、ハイブリッド化した独自のアニミズムの世界が育まれていたはずです。古代人の心に少し近づいていただいたところで、いよいよ本題に入ります。今映しているのは北部九州、福岡周辺の地図です。大陸との交易も活発だった那国、糸国のエリア。この地には弥生時代を代表する王墓が残されています。すぐ岡本遺跡、吉武高木遺跡、三雲井原遺跡、そして平原遺跡です。この4つの王墓、その配置は単なる偶然なのでしょうか。東の宝満山から西の飯盛山へ、ほぼ横一列に並んでいるように見えます。北緯33度32分を走る一本のラインです。春分、秋分の日、太陽は真東から昇り、真西へと沈んでいきます。これらの王墓に眠る人々は同じ方角の先に何を見ていたのでしょうか。世界に目を向ければ、太陽の運行と結びついた遺構は数多く存在します。ならば、この北部九州の地でも太陽の動きは倭人の信仰と深く結びついていたのかもしれません。ではまず、福岡市西区に位置する吉武高木遺跡から見ていきます。吉武高木遺跡は福岡市西区に位置する弥生時代中期の初め頃に栄えた遺跡です。神奈の山、飯盛山を中心に室見川流域の麓には集落が広がっていました。北部九州では弥生時代に特有の墓である亀棺墓が数多く確認されています。ここでも多くの亀棺が列をなして見つかり、その様子から亀棺ロードとも呼ばれています。また墓域には特別な決まりがあったとみられ、亀棺の向きが一定の方向に揃えられている点も特徴の一つです。弥生時代中期の三号木棺墓からは銅鏡、銅剣、勾玉、管玉などが副葬品として出土しました。これらは後に三種の神器として知られる鏡、剣、玉に通じる組み合わせであり、この墓は最古の大墓とも言われています。出土した銅鏡、多中西門鏡は朝鮮半島で多く確認されている形式の鏡です。その存在は壱岐を経由した交易や交流がすでにこの時代に行われていたことを伺わせます。最古の王墓とされる周辺でかつて重要な祭祀が行われていた可能性があります。
太陽がどの方角から昇り、どの方角へ沈むのか、太陽の動きを検証していきます。春分、そして秋分。王母に立ち、真東を見据えると、その先にあるのは古くから信仰を集めてきた霊峰宝満山。山頂そのものが巨石の塊であり、どの方角から見ても圧倒的な存在感を放つ岩倉です。この岩倉は神体として祀られ、竈門神社の上宮が置かれてきました。ただし王母からは手前の山に遮られ、宝満山の山頂を直接望むことはできません。それでも太陽は確かに宝満山の方角から姿を現します。一方、太陽が沈む真西には飯盛山。深い緑に覆われ、その全貌を容易に見ることはできませんが、この山にもまた多くの巨石が点在しています。飯盛神社の上宮跡がある山頂のやや下、そして中宮の周辺からさらにその上にかけて、力強い巨石群が今もなおその姿を残しています。こうして見ていくと、王母と太陽、神ナビの山と巨石、それらは決して無関係ではなく、一つの秩序の中で結びついている、そのように見えてくるのです。一年で最も昼が長くなる日、夏至。太陽は真東からおよそ30度北へ触れた方角から昇ります。その延長線上にあるのが鉾立山です。山頂からおよそ220メートル手前、その付近で高さ約7メートルの巨石が確認されました。北部九州は道鉾祭祀と深く関わってきた地域です。そのことを踏まえると、鉾立山というその名にもどこか特別な意味が感じられます。そして夏至の夕日、太陽は加納岳の中腹にある巨石不動岩へと沈んでいきます。ドローンによる調査から見えてきたのは、丸みを帯びた複数の巨石が縦方向に積み重なるように連なる姿でした。その全体の規模は高さ20メートルを超えるものと考えられます。さらに不動岩からおよそ70メートル上には加納岳神社が鎮座しています。一年で最も昼が短くなる日、冬至。太陽は福岡市街からほど近い油山の方角から昇ります。市民にも親しまれているこの山、その山頂付近には5メートルに満たない大きさではありますが、巨石群の存在が確認されています。そして太陽は西へ、吉武、峰津、吉次、さらにその先大山の方角へと沈んでいきます。吉武や峰津、吉次の周辺でも巨石はいくつか確認されました。しかし当時の夕日との関わりを明確に示すような存在までは特定することができませんでした。春分、夏至、秋分、冬至。山の高みや巨石が示す古代の暦。太陽が節目を迎えるその時、祖霊はこの世を訪れ、そして再び帰っていく。そんな感覚は今もなおお彼岸という形で受け継がれています。やがてそうした場所は長い年月の中で日常的に祈りを捧げる場となり、鳥居が立ち、社殿が築かれていった。私はそのように考えています。次に北緯33度32分のレイラインを東へたどり、福岡県春日市にあるすぐ岡本遺跡を見ていきます。ここは弥生時代中期から後期にかけて栄えた遺跡です。青銅器やガラス製品の工房跡が数多く確認されており、当時の最先端技術が集まっていた場所と考えられています。いわば弥生時代のものづくりを支えた一大生産拠点だったのです。この遺跡では那古区の王母とされる地点を太陽祭祀の中心点と仮定しました。
その上で吉武高木遺跡と同様に検証していきます。春分と秋分の日。すぐ岡本遺跡もまた吉武高木遺跡と同じレイライン上にあります。ここでも太陽は東の宝満山の方角から昇り、西の飯盛山の方角へと沈んでいきます。夏至の日、すぐ岡本遺跡から見た日の出の方角は伊野山へと向かっています。さらにその延長線上には鬼岩谷が位置しています。伊野山は神ナビの山を思わせる山容を持ち、またその手前には五稜宝満神社や古墳群も存在しています。こうした位置関係から夏至の朝の太陽は伊野山を基準としていたと考えました。そして夕刻、太陽は宗像三女神を祀る北崎三所神社の方角へと沈んでいきます。ただしこの点については他の地点との位置関係を踏まえるとやや距離があるようにも感じられます。そのため福岡市南区の鴻巣山付近にかつて祭祀の目印となる高まりや巨石が存在していた可能性も考えられます。当時の朝、太陽は太宰府方面、宮地岳、そして道南環状岩の方角から昇ります。この道南環状岩はいわゆる夫婦岩のように2つの岩が寄り添う姿をしています。その名にも女福伝説を思わせる響きが感じられます。そして夕刻、太陽は西へと傾き、片縄山の方角へ沈んでいきます。片縄山の中腹には縦に積み重なるような巨石が見られます。さらに山頂のやや下には夫婦岩を思わせるように並ぶ岩も確認できます。都市開発が進み、当時の姿をそのまま見ることはもはやできません。それでも1800年以上の時を超えてなお、古代の人々の足跡はこの地に静かに残されています。弥生の人々はどのようにして方位を読み取り、祭祀の場を定めていたのでしょうか。そう疑問に思われるかもしれません。北の星々を頼りにしたのか、太陽の影を読み取ったのか、あるいは紐を張り地面に線を引いたのか、まるで羅針盤のように方角を示す何らかの知恵や道具がすでに用いられていたのでしょうか。そして方位を定める役割を担った人々、彼らは特別な使命を託された存在だったはずです。昼も夜もその地に立ち、太陽や星の動きを見つめ続ける。そうして目に見えない力が最も集まる場所を探し当て、祭祀の場を定めたのでしょう。北緯33度32分のレイラインを高須山を越えて西へ、その先に現れるのが伊都国の中心地、三雲岩原遺跡です。福岡県糸島市に位置するこの遺跡は、弥生時代中期から後期にかけて栄えた伊都国を代表する遺跡群です。北部九州でも最大級の規模を誇る大墓です。一基の甕棺は壇王とその后の墓ではないかと思われます。出土した副葬品には中国の皇帝からの贈り物とされる四つ葉座飾り金具や57面を超える銅鏡など豪華な副葬品が出土しました。さらに壱岐と共通する土器の存在、海を隔てながらも伊都国と壱岐が深く結びついていたことを物語っています。三雲岩原遺跡、この一帯には伊都国の王墓として知られる三雲南障子王墓と岩原槍溝王墓があります。その中でも今回注目するのはさざれ石神社の近くに位置する三雲南障子王墓です。ここを太陽祭祀の中心点と想定し、日の出と日の入りの方角を検証していきます。春分と秋分。三雲南障子王墓から東を望むと高須山に視界を遮られ、宝満山や飯盛山の姿を直接見ることはできません。それでも太陽はその山々の方角を示すように昇ってきます。そして夕刻、
太陽は西へと傾き、壱岐山頂静か古墳、さらにその先の唐津柏島の方角へと沈んでいきます。夏至の日、太陽は東にそびえる高須山の頂から姿を現します。山頂からおよそ300メートル西には一定の規模を持つ巨石群の存在も確認できました。ただし、高須山の山容はいわゆるカンナビの山とは異なります。やがて夕刻、太陽は平原遺跡の方角をなぞるように進みながら美しい円錐形の山、茅山へと至ります。そしてその先、芥屋の大戸の方角へと沈んでいきます。また、茅山の山頂近く、茅屋神社の横に夫婦岩の存在も確認できました。当時の日、太陽は白木神社、そして大丸の方角から昇ります。この周辺を実際に歩いて確かめてみましたが、祭祀の目印と思われる明確な痕跡を見出すことはできませんでした。夕刻、太陽は西へと傾き、目岳の方角へ沈んでいきます。目岳の山頂付近にはおよそ200メートルにわたって見応えのある巨石群が連なっています。さらに目岳のすぐ背後には鋭く整った美しい山容を持つ浮岳がそびえています。北緯33度32分。一本のレイラインで結ばれる那国と伊都国の大母。別々の国でありながらも宝満山、そして飯盛山へと向けられた信仰は両者の間で共有されていた可能性が見えてきます。そこから浮かび上がるのは対立ではなく、むしろ結びつき。那国と伊都国はまるで兄弟国のような関係にあったのかもしれません。太陽、巨石、そしてカンナビの山の麓に広がる集落。これらに共通して見えてくるのは、縄文の時代から育まれてきたアニミズムの神聖に根ざした自然崇拝と祖霊崇拝です。私はそのように捉えています。一方で、弥生の時代には銅鉾や銅鐸を用いた新たな農耕祭祀も現れます。それは古くからの信仰と対立するものではなく、太陽という共通項で融和し、次第に重なり合っていった。その光り輝く祭器の源流をたどると、縄文のシャーマンが身につけていた貝輪の存在に行き着くのではないか。貝の輝き、白銅の光、そこには太陽の光を思わせる共通の質感があります。例えば、貝は光るがゆえに太陽に似ている。太陽と同じように輝くものは太陽の力を宿している。そうした連想の広がり、いわばアナロジーの感覚です。折口忍氏の言葉を借りれば、類化性能。古代人の心と眼差しに近づくための一つの手がかりです。実は、北緯33度32分のデイライン上に並ぶのは4つの王母だけではありません。のため、ヒバル、鹿体石、いくつもの集落が連なるように分布しています。これらの集落でも、宝満山と飯盛山を軸に、昇る太陽を迎え、沈む太陽を見送る儀礼が、この一帯で共有されていたと考えられます。第2部では、ここまでの謎が収束する場所へ、弥生時代最大級の謎、そして長く見過ごされてきた遺跡、平原遺跡に迫ります。その役割が明らかになった時、この地の見え方は大きく変わるはずです。